はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。目には目を、歯には歯を、熟成には熟成を。今回はブルーチーズを使ってお肉を熟成させます。今回の検証はちょっと危険なので、良い子は真似しないでください。それでは早速やっていきましょう。今回用意したのは牛の内もも部分のお肉です。あとはブルーチーズで一番有名なゴルゴンゾーラを用意しました。今回は同じ条件で何もしないとお肉はどうなるのか検証してみましょう。端の部分をカットしておきます。これがゴルゴンゾーラです。ゴルゴンゾーラはイタリアのロンバルディア州とピエモンテ州にまたがる地域で生産されているブルーチーズです。見た目にもわかる青カビが特徴的なチーズですね。チーズの匂いが凝縮されたような匂いがします。今回はこれをお肉に塗ってお肉自体の熟成を促す作戦です。もしかしたらただ腐るだけの可能性もあるので、皆さんは真似をしないようにしてください。今までの熟成企画は腐らないことに重点を置いていましたが、今回は目には目を、歯には歯をです。熟成には熟成でやってみましょう。まずはクッキングペーパーを敷いたバットにゴルゴンゾーラで土台を作ります。そこにお肉を乗せて全体にゴルゴンゾーラをくっつけていきます。結構強烈な匂いですね。全体を包めました。これで1ヶ月間熟成すればかなり美味しい熟成肉が出来上がりそうです。初めに切った端の部分は S 字フックで吊るして同じ条件だとどうなるのか見てみましょう。それではまた1ヶ月後に会いましょう。1ヶ月経ちました。この開ける瞬間が緊張しますよね。なんか少し小さくなってます。出して見てみましょう。かなり硬そうな見た目をしています。包丁で叩くとかなりいい音がしますね。端の部分のお肉もカッチカチです。なんか干し肉って感じですね。ゴルゴンゾーラ熟成がどうなっているのか見てみましょう。裏側は結構やばいですね。肉のドリップとチーズが混ざって変な色をしています。白の絵の具とピンクの絵の具を足したみたいな色をしています。カットして中を見てみましょう。今までの熟成肉の中で一番お肉がしっとりとしている印象です。水っぽさとは違うギュッと凝縮されているような感じがします。さすがに表面部分は食べるのが怖いのでトリミングして食べてみましょう。周りのチーズ部分を削ります。次に何もしていない干していたお肉をカットしています。何もしていないとお肉自体がカチカチですね。ここまで水分が抜けるとは思いませんでした。せっかくなので食べてみましょう。なんかゾンビのお肉みたいですよね。同じ1ヶ月放置したお肉でもかなり違いがあります。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今回は群馬県利根郡川場村にある田園プラザ川場が製造している川場 IPA を飲みます。田園プラザは道の駅としてもとても人気があります。自分も何度も利用しています。このビールは園内のマイクロブルワリーで一本一本丁寧に作られています。日本百名山の穂高山から湧き出る天然水を使用して作られています。群馬だけかもしれませんが、小学校の運動会のチームってなぜか山の名前で分かれていましたよね。無ろ過のため色は少し濁っています。柑橘系の香りとしっかりとしたホップの苦味を感じられるビールです。冷やしてあるとあまり感じませんが、少し温度が高くなるとアルコール 8% なのでアルコールを強く感じます。それではお肉を焼いてみましょう。まずはゴルゴンゾーラ熟成から焼いてみます。初めのお肉より色が濃くなった気がしますよね。全体にしっかりと火を入れていきます。焼けたのでカットしてみましょう。ちょっと中が生っぽいのでもう少しだけ焼いてみます。それでは食べてみます。どことなくチーズっぽさというか酸味を感じます。ただお肉が腐った酸味とか臭さではありません。今まで何度も腐ったお肉を味見してますが、その感じはありません。コーンビーフっぽいというかピクルスっぽい酸味というかチーズっぽさと牛肉とあれです。マックのチーズバーガーの味がします。ゴルゴンゾーラで1ヶ月熟成はマックのチーズバーガーです。わかった。チーズバーガーの味だ。次は1ヶ月干し肉を食べてみます。全然水分がなさそうですけど、焼くと水分と油が出てきます。食べてみます。かなり硬いですね。噛めば噛むほど旨味が出てきます。ビーフジャーキーに近いですね。酸味や変な匂いはありません。ゴルゴンゾーラで熟成したものとは全く違うものになりました。今回チーズが味に影響しちゃいましたが、中のお肉自体は腐らずに熟成できたと考えると今回も成功ではないでしょうか。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ゴルゴンゾーラ熟成いかがでしたか？もしこんなことしてほしいとかリクエストがあればぜひコメントお待ちしています。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。